金頭。金頭。聞いたことない。うっかり笠原。正式名称。金だがれですね。こんなの食べたことないっていうお魚を出してて、こんなに美味しいんだっていうその発見をうちで楽しんでもらいたいと思いますね。総八ガレの昆布締めです。これはね、油坊主です。うまそうですね。こんにちは。ご無沙汰しております。お久しぶりです。今日よろしくお願いします。仙台駅から少し離れた郊外にどっしりと店を構える地魚に特化したこだわりの名店。のれんをくぐると広がるノスタルジックなカウンター空間で2種のシャリの使い分けや目の前で調理するライブパフォーマンスの増加など、過去取材時よりもあらゆる面で進化。過去に当チャンネル史上最多全53品の地物尽くしのお任せを堪能したが、今回はそれを上回る全56品の地物尽くしのオンパレードを堪能し、最多品数記録を更新。未利用魚にも目を向け、未知なる魚や食べ方を学ばせてくれる東北で輝く圧巻の名店です。最初これ1品目はアワビつぶ貝っていう貝の煮汁です。でも色が結構しっかり。これついてますね。これ味付けは塩だけ。塩だけ。酒、昆布、水だけ。しじみをもっとちょっとこう醤油っぽくした感じっていうか、もっと強い味にした感じ。そうですね。最高っすね。もうこれでちょっともう結構満足度高い。胡椒が入ってる。ちょっと洋風のアワビ粒。レバルの肝ですか？レバルの肝です。詰まってますね。完全酒のあてだ。これガリは前新生姜みたいな。そう、一緒。でも当たりは違いますから。シャキッと感もあるけど、そうね、湯がいてないです。オイルしてない。なんかフレッシュですから。切れ味がありますね。金頭。聞いたことない。オーブンにちょっと似てます。砂地にいる魚です。フォルムとこの下駄の感じ懐かしいな。すごいプリプリしてる感じが触った感じでわかる。シャリが美味しい。シャリを結構感じますね。シャリね、うちはシャリ感じるからね、うちのシャリ。美味しい。動画の影響ありましたか？おかげさまでめちゃくちゃありました。結構いろんな方、県外の方とかも来られました。はい、もう県内のお客さんも八木山にこういうお寿司屋さんあるんだって言って来てくれましたね。おかげさまで本当にありがとうございました。これはうわー美しい。もう前回はイカ八貫からのスタートでしたけど、今回は白身からなんか王道な感じのスタートですね。すごい水分抜いてギュッとしてますね。そうですね。プリッと感もあって美味しい。薄めの赤身みたいな。ちょっと薄めですね。どっちかというちょっと春っぽい感じっていうか、春風を感じる。初ガツオみたいな。ちょっと酸味がありますね。酸味がある。うまい。あっさり。七ヶ浜の白魚。生姜の辛みと白魚の甘苦い感じとシャリのふっくら感、三位一体でめちゃくちゃ美味しい。旬なんですよ。海藻のシーズンなんで、これを生姜醤油でおつまみ。すごいくっきりしてますね。ひじき。ひじき。あ生のひじき。ひじきってやっぱ煮物のイメージがね、そうですね、どうしても強いですけど、こんだけしっかりしてるのはどんな味なんだろう。最高ですね。体が喜ぶ味ですね。そうですね。本当に健康的な、ナチュラルなごちそうって感じ。で、2枚重ねで握りですか？握りで。
これがマコ。マコガレードです。よりやっぱ結構白身が宮城強いじゃないですか。だからよりシャリの重要性を感じるというか、そうですね。白身天国ですよ。繊細なネタが多いんで、うん。シャリは本当生命線ですよね、より一層。本当に。でこれ何ですか？うっかり笠がないです。正式名称で。正式名称。結構身質に張りがありますね。張りあります。芯の方がプリッとしてるというか、そう。ちょっと油が出てくる感じ。油出ます。これは内臓脂肪入ってましたからね。食べ方違い。そうです。分福さんの得意技。秘技食べ比べ。塩とこれ国産レモンです。宮城県のレモンを作ってる。しゃぶしゃぶですね。見た目から全然変わりましたね。ツバツバですね。軽く漬けで即席漬けです。この色合いのコントラストがいいですね。これカツオということは産地はこれ気仙沼。気仙沼ですね。うまい。肉厚もっちりむっちり、豊満な食感がたまらない。だけどこの初ガツオらしい酸味で、この和がらしがキュッと締めてくれる感じがありますね。こっちにもいるんですね。たまらとれるんです。へえ。これかなりレアですよ。レア、超レア。超レア。両名がまあグリーンタイガーっていうんで、ブラックタイガーっていうんです。うますぎる。まず半生にしているので、中のちょっと生っぽいところがトロットロでも外側火が入ってプリッと感があって、外はプリプリ、身の中の方はトロトロ。やっぱインパクトありますね。香りが強いですね。香りが強いですよ。揚げたてです。柔らかいですね。二度揚げしたからですよ。辛い。超上質なかっぱえびせん。甘さを出す感じですね。そうですね。繊維壊して甘さ出す。トロットロですね。トロットロ。ちょびひげみたいなフォルム。明福さんといえばイカのイメージも結構ありますからね。しかもこの部位ごとに食べれるという、余すことなくイカを寿司で楽しめる。すごいこのプリプリなんですけど、このプリプリの淡さ儚い。ゴリゴリというよりもほんとちょっと噛んだだけで切れる感じ。おー、すごいフォルム。うわ、これでもゲソの握りとしては食べ応えあるサイズですね。そうですね。口に入れた瞬間の柚子の爽快な香り。なんか料理名あるんですか？イカの国ってうちの郷土料理です。イカの国。あ、うまいこれ。肝と味噌ですかこれ？イカの肝と味噌と酒粕ね、ちょびっと。あー、これうまいですね。あー、うまいうまい。おつまみセット的なのも結構用意してるんですね。用意してます。だから酒飲みのお店をしてます。うわ、塩辛超うまい。このなんか肝のなんか苦味も美味しい。茶ぶりせずに生ってことも結構ボキボキ系の。ボキボキです。小型のマダイ。小型のマダイ。ここでイカからの古代シリーズは前回の流れを思い出しますね。前回はイカ8貫からの地代4貫。ブリッと締まってます。塩塩と皮目湯引きでギュッとしますね。水分抜いて、
白い感じが美しい。あー、ほんのり甘さが出てきますね。あー、優しいですね。優しい。和客さん、今は行きたいってなったら予約方法は？予約方法は、一級レストランか、あとインスタに貼り付けてるレスサイト、特に貼り付けてるリンクから飛んでもらうか、あとはインスタのDM で、はい、あとお電話も大丈夫ですね。はい、ありがとうございます。で、今お任せコースは？昼は握りのコースが13,200円で、握りとつまみが16,500円で、夜は両方とも握りつまみも入って16,500円と22,000円。品数が違うんですか？内容が違います。いいネタが入ってくる。品数はほぼ一緒です。はい。今日は22,000円のコースにもうとにかく特別にいろいろ追加させてもらってっていう。そうですね。スペシャル特大スペシャルコースですね。はい、ありがとうございます。いつも。なんだこれは。肝っぽい味がするというかクリーミーな味がしますね。そう。魚のホルモンです。あ、魚ホルモン。確かに。美味しいんですよこれ。もったいないからちょっと。あ、うまいわ。またポン酢と一味が効いてますね。やっぱ締めてくれますね。はい、あ、これうまい。やっぱり皮の感じがちょっとマダイと違いますね。違いますね。確かに。でも淡いカスゴというよりはちょっといかつい感じというかごつい感じがあるカスゴのフォルム。そうです。わあ、もうブリッブリしてる。すごいクッション性がある質感に。なんなら昆布締めしてるんじゃないかぐらいギュッと旨味があるのと油がすごい。これ今キズにつけてたんですか？キズですね。ちょっと薄めてます、少しは。存在感があるフォルムだ。好きなタイプ。カスゴだけど竹々しい。東海地方の中心地、愛知県三河湾に面したこのエリアには地物を生かした魅力的な寿司店が多く存在しています。その中から私寿司リーマンが厳選して寿司店を細かくレポート。名店や地方の隠れ家もアプリで簡単検索。愛知の寿司がもっと近くなる。東京都、大阪府に加えてこの度愛知県の名店も新たに追加掲載。寿司店探しは酢飯無料ですのでぜひ使ってみてください。土鍋。土鍋で炊きました。はい。土鍋の方が早い。これが奥野さんの奥野醸造さんの赤酢ですね。地元宮城県のお酢メーカー。そうですね。唯一ここしかないんです。お酢屋さんは。いいですね。江戸前のこう赤酢の塩味が効いたシャリというよりはちょっと甘じょっぱい感じ。見たからに油ありますね。あります。いいですね。一個一個のこう繊維というかブリッブリッブリってあるんですけど、噛むと油でさーっといったりかして、で赤酢のシャリなんでまたやっぱシャリの顔が全然違います。やっぱこのメダイの油と漬け地にすごい乗っかってくる赤酢シャリ。通常のシャリはもちろん甘さがあるんですけど、赤酢の方がやっぱこう香りが残る感じ。余韻がいいですよ。見た目が黒いそうそう、見た目が黒目が浮き出てますね。昆布締めしても皮目を剥がす。この辺のキスはね、皮目硬いんですよ。虫のキスだったら皮目気にせずに使えるので、この辺の本当に硬いんですよね。皮が冷たいと硬くなる。でイカもそうで、この辺で取れるアオリイカとかスミイカとかコウイカとか皮が取りづらいんですよ。
分福さんでこう赤酢のシャリ出てくるとまだこう不思議な感じですね。あれってこれは完全に香りの寿司ですね。酢の香り、昆布の香り、赤酢の香り、なんかそれが複雑にブワーって広がって香りが美味しい。本田カレー、はい、まあ、北海道でサメガレーと言われるんですけどね。それは皮がちょっとサメっぽいからとかなんですか？そうですね、これね、本当にサメ側みたいなカレーですよね。カレーです。これはいや縁側やばい。縁側やばいっすよ。本田カレーですね。さんこれ最高。今時期ですよ、本当旬。今が旬。これ今日の、白身いっぱい出てるじゃないですか。一番食べ応えがあった。幸福感でいうと今日一番あったかもしれない。水と酒と塩と生姜で超シンプルですね。すごいシンプル。香りがもうすごく、甘いんだけど旨味が強いですね。今時期の石餅大好きなんですよ。まあいわゆる未利用魚ですよね。分福イズム。そう。こうやって手間かけてやればこんな美味しいお魚なんですよ。その哲学は本当分福さんのこだわりですよね。ホッキ貝どこのホッキ貝ですか？これは渡りですね。おお、宮城。宮城。北海道じゃない。北海道じゃない。だから前回は黒っぽかったんだけど、今回火入れしてるから先端が紫になる。そうです。特有の色。うまい。ありがとうございます。これが普通よく取れるんだけど、このサイズはなかなか取れないんです。小肌は。でこれは大きいってことですね。こっちは。この白ですもんね。この白。はい。このサイズ感のやつはなかなか取れないんですよ。いわゆる一般的な小肌サイズで宮城のものはほぼない。ないです。僕初めて見ました。これどこの子なの？これは石巻です。石巻。相当レアですか？相当レアです。初めて見ました。このサイズは。これ渋い見た目が。渋くて青白い感じ。これはね、もう3日ぐらい。酸っぱい感じですね。お酢で締めてる感じ。醤油の炙った香りもするから香ばしさを増すってますよ。あれすごいっすね、字から。そうですね。今日一破壊力がある見た目してる。炙りを当てる棒が細いから、切れ目のところがちょうど炙られててほぼ生。これ香ばしいですね。香ばしい。醤油で軽くは漬けにして即席漬けでやったから、その油も油と香ばしさがね、よく出てる。焦がし醤油の香り。焦がし醤油の油っぽいと。なんだこれは。圧倒的変化球ネタ。うーわ、これ独特ですね。やっぱホヤは酸味もあるけどなんか途中甘いみたいな。以前もおっしゃってましたけど、いろんな味覚がある。そうですね。何でしたっけ？甘み、うまみ、塩味、酸味、苦み。確かに本当にいろんな味しますね。なんか七変化感がすごいあるっていうか。そう、面白いですよ。今のね、ホヤはね、まだ食べやすいですね。これなんですよ。
ソンハチガレーの昆布締めです。カレーなのにちょっと赤いですね。そうなんですね、これはね、そういうタイプ。片面だけ昆布締め。両面は知ってる。要は昆布で挟むんじゃなくて片側だけ乗っけとくってことですね。この昆布締めにはしようと思ってたんだけど、おろしたらちょっと水分が身の方が多かったから、その皮目をつけたまま今身の方だけペタッでもそんな長くやってないですよね。うわーつまり足が太いってことですよね。そうですね。それ型の付け根のところだからね。香りもいいし、旨味もいいし。これはね、意図的ですよ。温めるとね、なんかね、いまいちなんですね。不思議なこと。確かに冷たいからこそ出る旨味みたいなのあるかもしれないですね。でもこれこんだけのもぐもぐ感あったんですけど、もう数秒、10秒ぐらいで消えましたね。悪い意味の繊維質感がないですね。ああ、なるほどね。柔らかい。柔らかい。ジューシーか。ジューシー。うまそうですね。テイストで言うと赤身版の剥がしみたいな食感。そう。大きい。大きい。150何キロ。ちょっとも脂ありますね。赤身だけど。僕買う部位が背髪なんですよ。背の髪なんで。背の髪って赤身でも少し脂の小トロですね。もちろんマグロも美味しいんですが、この赤シャリがうまい。シャリ美味しいですね。ケフクさんの新赤シャリは赤酢のコクはあるんですけど、どっちかっていうとキュッとした酸味があるので、あっさり爽やかな赤シャリなんで、ほんとやっぱ最後酢の締まり具合、なんか塩味とかうまみ強い系の最後やっぱこう細くなっていく感じ。切れるよね。ケフといえばこの白スペシャリテ売れてますね。慣れ寿司っぽい。これはもうやっぱり1週間ぐらいねやっとかないとこういう味になる。酸っぱいですけど、だからそれは日数置いてるから丸くなるんですかね。まず魚が太ってるんですよ。はい。この白、はい。太ってる油あるので、塩もきつくしても酢をきつくしても時間経つと丸みが帯びるんですよ。はい。この白は通年出ますか。通年食べれますか。分ける。夏場だとちょっと痩せてくる時あるから、ちょっとその時はもしかしてここに来てある種4番ですよね。分け服のお任せとしては4番ですよね。これはね、油坊主。うわ出た。がっつり筋目からの油坊主。油すごい。うまっ。身が踊ってる。口の中で油坊主とダンス。赤むつ。でも見た目ちょっと夢カサゴに似てるというか、もう夢カサゴに洗脳されてます。焦がし醤油の香りと一味がキュッと締めてくれる感じ。うまい。すごいモリモリ。薄ぐらいでガリ入りタルタルソース、ガリトロです。酸味あるからね、ガリもガリがピクルスみたいな感じ。そうですね。これね、サンドイッチでもうまいと思う。あ、そう。パンに挟んでも全然。ここが砂袋。香りあります、塩の香りがするタイプだ。食感
あ最高。あ、うまい。でまず赤貝の肝ってなかなか食べれないじゃないですか。そうですね。今日の赤貝3兄弟でこの末っ子が一番美味しかった。これでね、はい。ビヒカリはやっぱり火を入れた方が美味しい魚。こ私はそう思います。ういうのはでもやっぱお酒飲みたくなりますよね。焦がし醤油系は。ありますね。これ改めて何巻きですか？イワシ炙り巻きです。炙りましたか。炙りました。前回は筋目のイワシを薬味巻きみたいにしてつまみで出していただいたんですよ。筋目にしてるから酸味がちょっとあると思います。またネギもちょっと太めっていうかそうそうそう。ジャキッとしてて、その刻まないでジャキジャキで。酒粕にちょっと挟んだの香りに酒粕。へえ。あ、うまい。シャキシャキで酒粕の酒粕だ。酔っ払いせりだ。結構青々しい感じ。これ青いの好きなやつ、パクチー好きな人とか絶対好きですね。食感が心地よい。柔らかい味だからね。うん。この塩ですか。面白いです。あー、綺麗、美しい。あー、この白やっぱ噛めば噛むほどうまいな。ほほほほ。しいたけ傘1枚分、贅沢な握り。まとった油が美味しすぎる。あ変わるでしー、なんかちょっと卵っぽい、なんかぐにゅっとしますね。ょ。食感はね、これあんまり火入れしてないから柔らかい。なんか甘くなる。そう甘く3つか2種類いつもで塩砂糖。こっちも塩砂糖にその赤酢。冷めても美味しいですよね。そう冷めても美味しいんだけど、おにぎりしても美味しい。そう。この赤酢うまいっすね。うん。いや、加納さんありがとうございまし今日はありがとうございました。た。品数更新しちゃいました更ね。新しましたね。トータル 56。 6ぐらいですね。はい今日も地物縛りで、いやーしかも結構大変な時期の中、多分前回以上に食材集めるの大変だったと思うんです大けど、変でしたね。はい、ありがとうございましいやいや、でも本当楽しんでもらってありがとうございました。た。はい、これだけ食べてももちろんお腹いっぱいにはなってるんですけど、もう苦しい喋れないってことではなくて、むしろ前回以上に食べ疲れしてないかった感覚はありますね。やっぱ赤酢入ってからじゃないですか。はい、赤酢のシャリなんだけどすごいすっきりしてるんで、むしろなんか大げさに言うと食欲増進するような、なんかもっと食べたいっていうちょっと麻薬的な美味しさがあったっていうか、はい、美味しかったですね。やっぱりいろいろなんか
食べに行ったりとかして、お寿司屋さんってエンターテインメントだなと思ってたんで、なんかもうちょっと派手にやってもいいんじゃないかなと思って、自然の流れでこういうふうになりました。お客さんが楽しんでもらえるっていう、楽しんでくれるっていうのが大前提。はい、でシャリ切りしたり、煙もくもくしたり、驚きとか、そういう感じでシャリ切りになってる。脇福さんのこだわり、大切にしていることをぜひ最後に教えてください。お客さんに喜んでもらうことがまず大事でね、こんなの食べたことないっていうお魚を出してて、こんなに美味しいんだっていうその再発見をうちで楽しんでもらいたいと思いますね。日帰りでも東京から全然来れる距離なので、さらに多くの方が、今回動画をきっかけにね、いろんな方が来られたということで僕も嬉しかったんですけど、なんかますます宮城自体もいろんなお寿司屋さんも増えていく中で、結構パワーアップしているエリアなので、それを代表するお寿司屋さんとしてぜひ今後もいろんなお寿司また食べさせてください。今日本当にありがとうございました。ありがとうございます。ごちそうさまでした。